はい、おはようございます。今日は久々の大峰奥掛道を歩こうと思います。ここは釈迦ヶ岳の不倒登山口です。今日はここから釈迦ヶ岳の方に登って、そのまま奥掛道を北上して、八経ヶ岳、弥山の方まで行きたいと思います。で、弥山小屋で、一泊して、またここに明日戻ってくるという予定です。はい。ちょっと紅葉の時期はもう過ぎちゃったかもしれないんですけど、はい。まだ見れるかもしれません。はい。ちょっと寒いですが、頑張っていきたいと思います。はい。じゃあ行ってきます。はい。不倒登山口にはトイレもあって、結構綺麗なトイレでした。はい。こんな感じで駐車場があるんですけど、もうほぼ満車の状態です。うわ、寒い。はい。この辺りは結構まだですね、紅葉が残ってますね。今回は不倒登山口から釈迦ヶ岳へと登り、そこから大峰奥掛道を北上していくつもの峰を越え、八経ヶ岳、そして弥山へと向かいます。大峰奥掛道は修験道の根本道場である吉野と熊野本宮を結ぶ標高1200から1900メートル級の険しい山々を縦走する道です。およそ1300年前、修験道の開祖役行者が開き、峰を越えて修行を重ねる奥掛の伝統が生まれました。またこの道には名引きと呼ばれる修行場が75カ所あり、古来より修験者たちが祈りを捧げてきました。今回は名引きを巡りながら、このような厳しい修行の道の一部を歩いていきます。はい、稜線に出てきました。いい眺め。とんがった山が大日岳ですね。はい、釈迦ヶ岳がはっきり見えてきました。ここはい、こちらが古田の森というピークですね。こっち側も開けてきた。あれが八経かな。はい、そうですね。一番高い山が八経ヶ岳です。はい、今日はあそこまでというか、あの奥ですね。あの奥の弥山まで行く予定です。はい、この辺りはまだちょっと紅葉が残ってますね。でももうだいぶ終わりかけな感じです。いいですね、こっからの眺め。釈迦ヶ岳と八経ヶ岳が、はい、同時に見えます。はい、
大峰奥掛道との合流地点まで来ました。はい、こちら行くと、大日岳とか人泉の宿とか、はい、そっちの方です。以前はこちら前期から登ってきて、はい、こっちまで来ました。でここから釈迦ヶ岳、あと 0.2 キロ、もうすぐですね。見えた。はい、釈迦ヶ岳。釈迦ヶ岳を降りて稜線沿いを松浦の八甲ヶ岳の方まで行きたいと思います。はい、ここからの道は結構大変なんで、はい、覚悟していきたいと思います。寒い。ちょっと休憩してたら体が冷えてしまった。奥掛道っていう感じがしますね。ここが、第41並木空八岳ですね。はい、釈迦ヶ岳があそこに見えます。うわ、寒い。ここマジ怖い。うわ、下が滑るし、笹で足元がよく見えないんですよね。ちょっと崖を踏み抜きそうになったことが何回かあります、さっきから。もうこういうところですよね、これ。もう足元が見えないですよ。で右側がこう急に崖になってたりするんで、本当気をつけて歩かないと。どこが道なのかよくわからん。はい、こちらが縁の花というところで、はい、蔵王権現が祀られています。はい、ここからの景色が素晴らしいです。はい、こちらが両部分けというところで、はい、ここから北が金剛界で、南側が大蔵界というその境界となっているところです。はい、正面に見えるのが第42並木孔雀岳です。奥掛道は孔雀岳のピークは通らずに巻いていくような感じのルートになってます。
この辺りちょっと道が分かりづらいんで、はい、注意が必要です。苔が滑るんで怖いですね、ここは。こちらが鳥の水という水場です。あ、めっちゃちょろちょろ出てます。はい、今日は水いっぱい持ってきたんで、ここでは給水はしないですけど、奥学道歩くときは、これも貴重な水場なんで、はい、こういうところで水を入れてきます。はい、道標ありました。はい、味仙まであと7キロですね。用事の宿まで 1.7 キロ。以前こっちの方を歩いた時はこの辺でもう夜日没になって、はい、ちょうどあそこでテント張りましたね。はい、ここで一泊して、はい、次の日は雨降ってたんでそのまままた前期の方に戻りましたが、はい、以前はここまで来ました。はい、こちらもピークは行かないんですけど、仏生ヶ岳第43なびきです。はい、この上がそうですね。紅葉が綺麗なんですけど、ちょっと楽しんでる余裕がないですね。はい、先ほどの仏生ヶ岳からずっと下りが続いています。もうそろそろ用事の宿に着くはずなんですけど、あれ合ってんのかこれ、この谷に降りてくのか、なんかおかしい気がするけど、マジでなんか何もなさそうだけど、違うか、ここ上がってくのか。危ねえ、危ない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 。あ、そうですね、なんか間違った、こっちから来たんだけど、こっち来るのが正解ですよね。危な、谷に降りていくとこだった。危ない危ない。あれでも地図上ではもうそろそろなんだけど、人が来た。こんにちは。こんにちは。あった。はい、小屋ありました。ちょっと休んでご飯でも食べていきます。用事の宿第44なびきです。違う。はい。So it's in here. So I think Mount Shakagadape. Yeah, I think there might be a hut here. Good luck. Good luck. それでは用事の宿から、はい、味仙の方に向けて出発したいと思います。はい、コースタイムでは一応3時間ぐらいあとかかるみたいなんで、今12時過ぎなんで3時過ぎぐらいですかね。はい、ちょっと雲に隠れてますけど、向こうに見えるのが八甲ヶ岳です。はい、まだまだ山をいくつか越えないといけないですね。ちょっと稜線に出るとめちゃめちゃ風が強くて、はい、寒くて結構辛いです。今ここはちょっとそれてるんでまだ大丈夫ですけど、
はい、久々の道標味仙まで5キロです。はい、さっきから2キロしかまだ経ってないという、なかなか進まないですね。はい、こちらはナビ機でしょうか。次のナビ機が、第45ナビ機七面山というのがあるようなんですが、もしかしたらそれかもしれません。うわ、すげえ。はい、何のピークかよくわかんないですけど、見晴らしは非常にいいです。はい、こちらが第46ナビ機船のタワーです。はい、タワーというのは、峠と漢字が似ているんですけど、別の漢字で、ですが大体意味は似たような意味で、いわゆる暗部ですね。ちょっとへこんでる峠じゃなくてピークとピークの間の暗部のことをタワーというらしいです。峠はどちらかというとなんかピークを強調した感じの言い方なんですけど、でも似たような場所を指すと思います。はい、ちょっと通り過ぎてしまいましたが、あそこのピークが、第47ナビ機五湖の峰です。はい、すぐ近くはちょっと土砂崩れになってて非常に危ないですね。はい、ここはかなり急な斜面です。ロープを伝っていかないと登れなそうですね。よし、草を持って落ちないようにしながら登ってます。はしご、怖いな、このはしごちゃんと固定されてんのか。一応信じるしかないです。うわ怖っ。大丈夫？めちゃめちゃ怖いけど、鎖があるから多分大丈夫だと思うんだけど。よいしょよいしょ。登ったはいいけど、またここ下らないといけない。めっちゃ怖い。はい、結構周りがガスってきました。今日は八甲ヶ岳からの眺望は望めなさそうですね。それは明日もあるんでいいんですけど。今地図見たんですけど、第48ナビ機の禅寺の森はもう通り過ぎてました。はい、ちょっとどこがピークかよく分かんなかったです。はい、ガスがどんどん濃くなってきて、風もめちゃくちゃ強いです。早く店に着いて休みたい。奥掛道本当に毎度打ちのめされますね。これ精神的に結構きます。さすが修験道の
修行の道です。ちょっと生半可な気持ちでは歩けないですね。はい、こちら側をこう登っていくと、第50並木明星ヶ岳に行きます。はい、そして以前ここまで一回来たことがあるので、はい、ようやく大峰奥掛道の軌跡がつながりました。はい、釈迦ヶ岳と八境ヶ岳の間、未踏区間だったんですけど、はい、ようやくつながりました。はい、明星ヶ岳ちょっと今日登っても全く眺望は見られないと思うんで、はい、今日はスルーします。ちょっと知ってるところに来るとなんか落ち着きますね。今まで結構ちょっと辛かったですけど。お、見えてきました、八境ヶ岳。はい、着きました。人気最高峰第51並木八境ヶ岳です。やったー。はい、そして眺望が、はい、すごいですね。何にも見えません。はい、本来であれば向こうに弥山が見えるはずなんですけど、はい、すぐ近くなんですけど全く見えないですね、弥山は。はい、いずれにせよここまで来たんであと少しです。はい、それでは寒いのでさっさと弥山の方に向かいます。明日またここ通るんで、その時に景色が見れたらいいですね。ちょっとガスが晴れて弥山が見えてきました。こちらですね。この辺りに第52並木古今の宿というのと53並木朝鮮ヶ岳というのがあるようなんですけど、なんかあった。これがどっちだろう、どっちかわからないけど、おそらく古今の宿かな。なんとなくそんな気がしますね。はい、2000への最後の上りです。赤い屋根が見えてきた。あれですね。今日テント泊にしようかちょっと迷ったんですけど、ちょっと寒そうだったんで小屋泊にしました。はい、弥山到着しました。やった、ようやく、はい、今日の目的地にたどり着きました。やった。小屋に行く前にまず弥山神社の方にお参りしていこうと思います。八境ヶ岳見える。さっきまであんなにガスで真っ白だったんですけど見えますね。はい、こちらが第54並木弥山です。弥山小屋の方に受付しに行ってこようと思います。はい、これから出発しようと思います。ちょっと
天気がいまいちで雪っぽいのが積もってますね。これはなかなかちょっと一応レインは来たんですけど、うわ寒い、めちゃくちゃ寒い。はい、こんな状態で釈迦ヶ岳まで行けるんでしょうか。とりあえず行くしかないんで頑張ろうと思います。はい、昨日と同様にまずは八甲ヶ岳の方に向かいます。天気予報を見ると釈迦ヶ岳方面は晴れの予報が出てたんで、行けばちょっとは天気が良くなってくんじゃないかなと思うんですが、わかんないですね、この山の天気は。小さい氷の粒がすごい風に流されて、すごい勢いで降ってきます。これはもうちょっとやばいな。やばいと言ってもどうしようもないしな。はい、八甲ヶ岳着きました。当然ですけど何にも見えないですね。昨日と一緒です。風がものすごい。明星ヶ岳まで来ました。釈迦ヶ岳までは 7.2 キロですね。はい、ちょっと風がますます強くなってきてます。行きたくねえな。はい、今この、行きでも結構苦労した急な崖を降りてきたんですけど、本当もう撮影してる余裕がないぐらいかなり怖かったです。もう降りるのに必死でした。遮るものが何もなくて、もう飛ばされそう。明治の宿の小屋まであとどれぐらいかな。そこで一回休憩したい。相変わらず風は強いですけど向こうの方は晴れてますね。今日行くところは釈迦ヶ岳はあっちの方なんでちょっと分かんないですけど、はい、こちらこのまままっすぐ行ってしまいそうなんですけど、矢印は左になってますね。こっちは道があるのかな。なんか行けそうですね。ピンクリボンもあるからこっちで合ってそうです。矢印なかったら危なかったですね。まっすぐ行ってましたね、多分。ありがとうございます。ちょっと日の当たってるところがだいぶこっちに近づいてきてる感じです。このまま、雲が晴れてくれればもうちょっと楽なんですけど、久々な道標。楊枝の宿までは 0.7 キロ、もうすぐですね。釈迦ヶ岳までは5キロ。はい、ようやく小屋が見えてきました。はい、楊枝の宿です。はい、ここから釈迦ヶ岳まではもうこういう小屋とかがないんで、はい、ここで休むしかないですね。誰もいない。はい、楊枝の宿でちょっと休憩して元気出ました。はい、まだまだ今日の工程は半分も来てないんで、はい、これからもうちょっと頑張らないといけないですね。あと釈迦ヶ岳まで5キロぐらいです。はい、あれは樹氷ですかね。
木の枝が白くなってます。はい、また雪が舞い始めました。気温はそれほど寒くないんですけど、まあ雪が降ってますね。結構強くなってきたな、雪が。雪が顔に当たって痛い。風も雪もどんどん強くなってきました。これ雪見逃してましたけど、クジャクのぞきがここみたいです。クジャクのぞきといっても何も見えないですね、やっぱり。今ちょっとうっすら見えたんですけど、あれが釈迦ヶ岳ですね。はい、もうだいぶ来ましたが、釈迦ヶ岳もかなり風が強そう。はい、こちらは樹氷と紅葉が見えます。はい、なんとかもう少し。はい、先ほど釈迦ヶ岳まで 0.6 キロという標識がありました。ですがまだまだ距離的には短いんですけど、この高低差があるんで結構まだまだ大変です。もう一つ向こうだった。また薬か。全然つかないぞ、釈迦ヶ岳。もうかなり記憶を使い果たしてしまった。もうすぐ。よっしゃ、着いた。着きました。着いた。あとは残口まで基本的にはなだらかな下りです。よし、ここまで来ればなんとか帰れそうだ。よし、また雪が降り始めてきました。ここから先は奥掛道ではなくて普通の登山道なんで、はい、ちょっとは歩きやすいですね。ちょっと手足がめちゃめちゃ冷たくて辛いんですけど、あと不当まで2時間ぐらいですかね。結構ギリギリな感じです。はい、もう少しで不当登山口に到着するはずです。はい、もう寒さが限界ですね。うわ、最後まで風がすごい。さすがに車はほとんど止まってないですね。
はい、宇東登山口へ到着しました。やったー、帰ってきた。今回は釈迦ヶ岳から、八経ヶ岳弥山へと大峰奥掛道を歩いてきました。大峰奥掛道、過去に何度か歩いたことあるんですけど、もう今日が本当一番しんどかったですね。北の起点である柳の渡しから、前期までの軌跡がつながりました。北奥掛道を踏破したことになります。大峰奥掛道、来年の春ぐらいに、北から南まで全部踏破したいなと思ってたんですけど、もう今日のこのしんどさを考えるともう無理だなというのが分かりました。全踏破するのは諦めて、南奥掛道を何回かに分けて歩いて、最後まで軌跡がつながるように、したいなと思います。ということで今日の参考はこれで終了です。はい、お疲れさんでした。